こんにちは、つんです。今回はずっと紹介しようと思っていながら、ジャンルとか尺の問題で紹介する機会を逸していたアイテムと、あと後半はそれどこのとお問い合わせいただくことが多いアイテムを一気にまとめてご紹介したいと思います。商品リンクは概要欄にも記載しておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、まずはこちら。ロージーローザのリアルックミラーです。SNS でバズっていたのでご存知の方も多いと思うんですけど、本来の姿を映し出すという恐ろしい鏡です。というのは半分冗談で、反射率 95% という高反射の銀引きミラーで肌色をよりリアルに映す鏡なんだそうです。私はいつも洗面台でメイクをしているんですけど、自然光は入らないし、ライトの色で肌の見え方も変わりますよね。肌の調子が悪い時はつい厚塗りになったり、ファンデーションを変えたら白浮きしてしまったり、50代にもなると隠したいところも多いもので、痛いことになっていないか気になったので買ってみました。ロージーローザのリアルックミラーは本来の肌色に近い状態で映してくれるので、メイクの失敗が防げるというわけですね。持ち運びできるコンパクトミラーなので、自然光の入る窓際とかライトの違う場所とか、いろんな環境でチェックできるのも便利です。無印の折りたたみミラーと比べてみたら、確かに肌の色が違いました。今回は無印の方が白く映りました。今まで鏡の映り具合なんて比べたことなかったんですけど、自分の顔は鏡でしかチェックできないってことを考えると、高反射ミラーは一つ持ってて損はないかなと思いました。はい、お次はこちら。防災電球です。バッテリー内蔵の LED 電球で、普段は LED 電球として普通に使っていれば充電される仕組みです。いざという時には停電を自動で検知、内蔵バッテリーに切り替わって約3時間点灯します。懐中電灯とかモバイルランタンも準備はしていますが、いつも使っている電気がそのまま使えるっていうのは便利ですよね。さらに付属のソケットを使えばランタンにもなるので、必要な場所に移動することもできます。ソケットはオンオフができるスイッチ付き。60W のタイプで非常用点灯の明るさはこんな感じです。思っていた以上に明るくてびっくりしました。点灯時間は3時間と短めではありますが、あるとないとでは初動の安心感が違う気がします。普段の暮らしの中で使いながら、いざという時に役立ついい防災アイテムだなと思いました。LED 電球が切れた順から要所要所を防災電球に変えようかなと思っています。はい、お次は防災グッズつながりでもう一つ。ファイテックの投げる消火用具。もちろんうちには消火器もありますが、いざ火災が起きた時に落ち着いて使える自信がないということと、消火器は使った後の粉末の処理が大変と聞いたので、保険のつもりで購入しました。ブルーのボトルに入った消火用具で、このまま火元に向かって投げ入れるだけです。火災は初期消火が大切とはよく聞きますが、投げ入れるだけだったら消火器よりは使えそうかなと思いました。中に入っているのはアンモニア刺激臭がしない中性消火剤。食品添加物の安全基準も満たしているので、体に触れても安全なんだそうです。ただ、天ぷら油の火災には使えないということで、別途天ぷら油用の消火剤もついていました。これも袋のまま投げ入れるだけです。使用期限が5年間と意外と短いのがネックだなと思ったんですけど、備えたことで安心感は増しました。ちなみにオフィシャルサイトから購入して事前登録などの条件を満たした場合、火災が起きた時にお見舞い金が出るらしいです。使う時が来ないのが一番ですけどね。はい、ここからはお問い合わせが多かったアイテムを全部で4つご紹介します。まずはベッドサイドのテーブル代わりに使っているこちらのシェルフ。石膏ボードの壁に取り付けられるタイプで、気がつけばもう10年以上使っています。当初は無印の壁につけられる家具を買おうと思っていたんですけど、無印のやつはあまり面積が広いタイプがないんですよね。
ってことで楽天にちょうどいいサイズが見つかったので楽天で買いました。下には100均の引き出しを貼ってリモコンを収納しています。ちなみに同じものをワークスペースにも使っています。でこのシェルフは色やサイズ違いもいろいろとあって、大きいサイズはカウンターで使用中。カウンターの上にシェルフを敷くことで、そのまま置くと雑多に見えがちなものも自然とまとまり感が出る気がしています。カウンターの上を緩やかにゾーニングできるのもポイント。さらに L 字型になっているので家電のコードもすっきり隠せて一石二鳥です。ここはカウンターも壁も白で少し単調なイメージだったんですけど、木目をプラスしたことで程よいメリハリと温かみのある雰囲気になりました。はい、お次はこちらのバッグです。バッグの収納アイテムを紹介する際に使ったりすると、どこのですかとご質問いただくことがよくありました。これはシータパランティカというところのレザートートの S サイズ。カラーはトープです。日本製で素材は脂肪感のある牛革。定番のモデルでたびたび新色が出たり、セレクトショップから別注モデルが出たりしています。同じ形の布製やキルティングも人気で、どれも可愛いんですよね。サイズは底が23センチ ×9 センチ、高さが17センチ、持ち手の長さは25センチ。小ぶりだけどそこそこ物が入るサイズ感です。ショルダーストラップは取り外しもできて、長さを調整することもできます。身長159センチで一番長くするとこんな感じ。肩掛けにするとこのぐらいで、一番短くすると肩掛けでこんな感じで、斜め掛けでこのぐらいです。ですごく気に入っているんですが、唯一の難点はポケットがないこと。なのでダイソーのバックインバッグとかセリアの 2way バックインポーチなどを組み合わせて使っています。はい、お次はお財布です。これもちらっと映るたびにお問い合わせをいただくアイテム。ひろこ林のジラソーレという長財布です。最大の特徴は小銭入れがガバッと開くところ。もうこれが本当に使いやすくて、去年2個目をリピートしました。1つ目は6年ぐらい使って色が剥げてきてしまったので買い替えたんですけど、中はほつれたり破れたりもしていなくて、本当にね、丈夫で長く使えるお財布です。一見金網のように見える模様はメタリック加工をした牛革でできていて、型押しと型抜きを同時に施しているんだそうです。で、買い替えの時にサイズ違いが登場していたので、2個目は一回り小さいミニサイズにしてみました。ミニといっても収納力は十分です。カード入れは6箇所あるんですけど、こんな感じで大きく開くので、1つのポケットに2枚は余裕で入ります。レギュラーサイズの方はカード入れが8箇所あるんですが、こちらはよくある平らな作りなので、私個人的にはこの小さい方のカード入れの方が取り出しやすくて気に入っています。で、お札入れは3箇所。スナップボタンは2段階あるので、かなり入れても閉まります。同じ形でデザイン違いもかなり豊富に揃っているので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、お次はオイルスプレーです。ノンフライヤーを使っているシーンを投稿すると、毎回必ずと言っていいほどお問い合わせをいただきます。これはミスティフィというメーカーのオイルスプレーで、気がつけば2年半以上使っていました。一度ちゃんと動画にしようと思っていたんですが、そんな矢先実はちょっと壊してしまったみたいで、レバーを引いた時にボキッと音がして何かが割れちゃったみたいなんですよね。でまだ使えるんですけど、一度に出る量が増えてしまいました。数ヶ月ぐらい前からボトルを持った時になんか液だれしているような油っぽさは感じていたので、もしかしたら壊れかけていたのかもしれません。ミスティフィは特に不満もなく使い続けてきたんですけど、
これを機に違うオイルスプレーも使ってみたくなったので、 Amazon でベストセラーマークがついていたロザリーですかねっていうところのオイルスプレーを買ってみました。いい機会なので今回は2つを比べてみようと思います。はい、まずミスティフィーはプラスチック製で、パーツはボトルとスプレー部分の2つ。スプレー部分はこれ以上分解できません。で、ロザリーの方は容器部分がガラス製です。で、こちらもボトルとスプレー部分のシンプル構造ですが、フィルターとストローとパッキンは外せる仕様になっています。パッキンがね、こうぴっちりはまってて、どうやって取ればいいのかちょっと苦戦したんですけど、爪楊枝を差し込んで持ち上げたら取れました。で、こちらもスプレー部分はこれ以上分解できません。ロザリーの方がパッキンやストローが外せる分洗いやすいかなとは思うんですけど、どちらもスプレー部分が完全に乾くまである程度時間がかかるっていうのは一緒ですね。はい、では次にスプレーの出方と量を比較してみます。ちなみにボトルの口はロザリーの方が大きくて注ぎやすかったです。で、今回は米油を入れました。で、スケールの上にフライパンを置いて、その上に紙を広げてスプレーしていきます。はい、まずはミスティフィーから。うちのミスティフィーはちょっと壊れているのであまり参考にならないかもしれないんですけど、一応やります。正常な時よりも多めに出ちゃっているんですけど、レバーを最後まで引くとおよそ 1g 噴射できます。レバーを引いている間はプシューっていう感じで連続して出るので、引き具合を短くすることで量は多少調整することもできます。はい、続きましてロザリー。使い始めは出てるっていうぐらいの感じでしたが、 3,4 回プッシュしたら安定しました。こちらは1回押すとプシュッと一瞬出るタイプ、丸く円状に広がる感じでした。そしてワンプッシュの量はミスティフィーが 1g なのに対して、ロザリーはトリセツによると 0.14g、確かに4プッシュで 0.5g でした。私は今までミスティフィーを使っていたので 1g ワンプッシュでスプレーできていたところ、ロザリーだと単純計算で7倍プッシュする必要があるので、初めて使った時はちょっと手が疲れるなと思ったんですが、油の量を少なく調整できるのはメリットだなと思いました。何回もプッシュするのが面倒な方はミスティフィーの方がおすすめです。ちなみにさっき作っていたのはこれズッキーニのフライなんですけど、すごく美味しかったです。ディップソースはスイートチリソースとマヨネーズを混ぜただけです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらいいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。